従業員見ていてモチベーションの低下、結果やっぱり効率とか生産性下がってます。なんかこういうことの大なり小なりが大体壁の時はやってきてるかなと思いますね。本社長、今回なんですけども、年商38億円企業の社長でですね、年商の壁、よく1億、3億、10億の壁でよく言われると思うんですけども、それの乗り越え方についてお聞きできればなと思うんですが、実際、森社長、アップル、ヒコセンターさんを起用されてから、そういった売り上げを乗り越えてこられたと思うんですが、時々で問題であったり、どのように乗り越えてきたかというのをちょっと聞かせてもらえたらなと思います。まずは創業をして、自分の家族を養うために、稼ごうと思って創業したので、会社としての目的と目標がないまま始めました。僕が家族を養うぐらい稼ぐっていうことはもうすぐにですね達成されてました。しかしながら、やればやるほど数字が上がるんで楽しいんですよ、この時期。皆さんも起業してそうだと思うんですけど、最初やっぱ生活するとか稼ぐのに必死、数字を作るのにそれが達成されて、でもまだやって数字が伸びるとき面白いんで、どんどんゲームみたいにやっちゃうんですよね。やればやるほど数字が上がっていくの見えるから、これがだからやっぱり誕生期というか一歩目だと思うんですね。やっぱ壁にぶつかります。でやっぱ数字が上がってくるイコール人が増えてくるので、このままいきゃもっと数字上げられるぞって言って人を集めていくわけですよ。そうすると大体30人ぐらいいいかなだった時に、やっぱハレーションが起こったりするわけですね。壁が来ますと。そもそもいつも言う通り人間動物園みたいなもんだと。いろんな種類の人が来ますから、様々な価値観があって入り乱れて、混乱しますよと。そりゃハレーション起きますよと。ここで1回だから壁に当たります。僕らはこれが3億ぐらいでしたと。でこれをじゃあどうやって解決していくかと考えた時に、アップルは大きく2つで目的と目的地の設定をしました。何のために会社をやっているのか、何を目指しているのか、いわゆる目的と目標ですね。でその目的っていうものは会社の理念なので、そういったことを策定、プロジェクトみたいに自分でこれはやっていきました。2つ目は、そこにたどり着くためのインフラを整備していかなきゃいけないと。これがいわゆるだから仕組み化の初期段階だと思ってます。僕らの場合はそれを仕組み化の初期段階として、理念の浸透とか数値化とか組織図とか、その当時良いと思って評価報酬制度とかを作ったりとか作り始めたりとかをしましたね。やっぱり3億とかを超えられない、2、30人とか超えられないところっていうのは、この辺のところがやっぱり失敗しているかうまくいってないんだと思うんですね。企業が壁にぶつかるとそれに打ち手を打っていくわけですけど、失敗したらゲームオーバーか、そのまま止まって迷える子羊になる、この状態にやっぱなってると思いますね。なのでやっぱ必要なのは目的と目標の設定ということと、インフラ整備、この2つが主に必要なんだと。これができなければ、まずは一旦その3億とかそういう壁は超えられないんだろうと思います。3億の壁をインフラを整備して超えてきました。その後で出てくる10億の壁っていうのがあると思うんですが、起きる問題であったりとか乗り越え方っていうのはまた変わってくるでしょうか。先ほど言った通り、目的と目標の設定、インフラ整備やりながら運用していくというか進行させていく時が、基礎固め期みたいなもので、これがうまくいくと急成長期に一旦入りますと。これが成功体験にもなりますよね。当然成功したんで、このままこのやり方でまた伸ばせると思うわけですよ。で、一旦安定します。その成功体験はある意味、3億30人ぐらいから、10億100人ぐらいまでの間で、わっと成長して、ちょっとこの辺でまた鈍化し始めるわけですよ。鈍化してる時が、その手前から多分安定期始まってるんですけど、この裏側って、いわゆる30から100人規模とか、年間で言ったらわかんないです。何年か。同じやり方をそのまま追求してるだけなんで、どうしてもやっぱり裏側マンネリしたり、形骸化したり、あとはやっぱり言うても3倍ぐらいになってるわけですから、フェーズに合わなくなってきたインフラが裏側で発生します。なのでまたやっぱりここでつまずく。ここに岐路ができるわけですね。またここで手を打たなければいけないと。僕らが手を打ったとすると、先ほど言った道路インフラ整備みたいな、やっぱレベルアップ、アップデート、パソコンで言うと CPU の乗せ替えとか、HDD の増量とか、これをやっぱりやっていく形かなと。なのでこれ仕組み化の第2段階みたいな。アップデート、回収みたいな感じですかね。今までの成功体験をありつつ、ガラッとある意味抜本的にやり方を変えるっていうのは、なかなかこれ決断するのって大変ですし、実際それを実行していくのも割と大変なのかなっていうのはあるんですが、どういったところを見てタイミングを見たりとかされてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいです。
やっぱりですね、数字に現れますよね。ただ数字ってやっぱりちょっとラグがあるので、手前の現象としては、いわゆる大企業病みたいな、まだ全然大企業になってないのに、いわゆる大企業病みたいな感じになりがちかもしれないですね。官僚主義的な進行とか、意思決定にすごい時間がかかるようになってきたとか、関係者の調整とか、聞いてる聞いてないとか、やっぱりイノベーションの停滞みたいな、リスクを避ける傾向が出てきたり、コミュニケーション、部門間の連携とかが不必要になんかめんどくさかったりとか、結果やっぱ情報共有とかコミュニケーションが微妙になる。同じような感じですけど、柔軟性はそがれますよね。今までお客様に喜んでもらうために自分で判断してたものが、いつからそんな対応になったのみたいな。スピードも染まるし、ニーズにも適切ではない対応になるし、従業員見ていてモチベーションの低下、空気があんま良くないというか、あきらさまに覇気がないとか、結果やっぱり効率とか生産性下がってますよね。なんかこういうことの大なり小なりが大体壁の時はやってきてるかなと思いますね。それうまくインフラを整えて、会社としても成長されてきて、その結果意思決定がちょっと遅くなってしまったりとか、ある種大企業病的になってしまっている部分でも、これをガラッと変えるっていうのはどこから手をつけていっていいか。僕の感覚値ですよ、はい、要は30人とか100人ぐらいの時は手つけるのは社長がもう先頭に出ていって旗を振ったら割といける。言うても100人いたってまだまだ全然100人ぐらいだったら名前も顔も覚えられますし、割とコミュニケーションも取ろうと思ったらいけるかなと。ここはもうだから社長が旗を振って変えていくしかない。でその時に必ず問題になるのは、必ずでもないですけど問題になるのはやっぱり幹部とか、そこにポジション持ってる人、この人たちもやっぱり今までこのやり方でうまくいってきたのに、なんでいきなり社長がなんか変えるぞっつって変えてるんだと、そこにハレーションが多少起こる可能性ありますね。でもそれをすんなりというか問題ちゃんと共有できていて、そうですよね、じゃあ変えましょうって言って前向きに取り組んでもらえる幹部だったら全然 OK ですよね。共に変わっていきますし、そこにやっぱり否定的とかだとしたらもうそれは変えないとなんですね。この変えるドライさをちゃんと持てるかどうかみたいな、これは表面的な賛成とか反対とか仲いい悪いじゃなくて、やっぱ本質的にやっぱ変えていこうって、そこが上が多分みんな思わないとですね、やっぱ下も変わっていかないんで。それを変えないことでみんなが困ったり会社の成長につながらないっていう判断のもとに社長が判断してるんですね。僕、アップルは10億の時は、役員も、主要メンバーも全然問題はなかったので、しかも別にアップデートというか回収はしましたけど、レベルアップである程度済んだので、そんなにアップルの場合は幹部が離脱するとか更迭せざるを得ないとかっていうのは10億の時はなかったですかね。その手前ぐらいでちょっとありましたけど、アップルさんの場合だともうその10億の壁を超えて今38億ということになりますけども、現状と今後またどういったことを目指していくかみたいなお話も聞かせてください。はい、今ちょうど30億超えましたけど、いわゆる30億300人の壁ぐらいに多分当たっていて、これは社長号で変えられない解釈ですけどね。社長が5を出さなければ始まらないんですけど、でも社長だけの力ではもう全然行き届かないんで、ここも改めてやっぱり幹部ですよね、重要なのは。で今回の場合は規模もやっぱり大きくなってきて、回収じゃ間に合わないと思うんですよ。イメージで言うとインフラ整備を抜本的に変える、 OS 入れ替えましょうみたいなぐらい多分やらないとさらなる拡大期には入れないなっていうのが今出ている結論で、これの打ち手を間違えたりやっぱ手を打たないと、先ほど言ったようにゲームオーバーか、迷える子羊になって衰退していくかの未来になるので、OS の入れ替えを、計画しながら徐々に、進行しているということですかね。最後に改めてではなるんですが、年商の壁、2億、3億、10億の乗り越え方、森社長、最後まとめでお願いいたします。2億3億ぐらいまでは社長の頑張りズムとかどうにでもなるかなと思いますけど、1つ目の壁は、目的とか目標の設定と、そこにたどり着くための道路インフラ整備、仕組み化ですね、初期段階をやらないと超えられない、それをうまくいかないと超えられないということで、次の10億ぐらいの壁というところで言うと、その10億まで来た成功体験をやっぱり引きずってしまうので、そのあたりで大幅な回収を入れて、仕組み化第2弾というところをレベルアップできないと、その先へはいけないということだと思います。このチャンネルでは現場の様子、研修、社内イベント、はたまたビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてこの動画もいいねを押していただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。